皆さんこんにちは。ヤブデッサン講座の藪下です。初級編第6回目の課題は卵です。特に今回はここに注目してデッサンしましょうという形でテーマを設定しています。今回のテーマは2つあります。1、滑らかに変化する曲面の表現。卵は片方が少し細くなった横長の球体です。明暗表現は初級編第3回の球体と同じです。一番暗い部分、暗い帯を中心に、周りに明暗の階調が広がるように表現します。2、回り込む曲面と反射光。卵の影側の反射光が特に大切です。反射光を表現することで、形が後ろ側に回り込んでいることが表現できます。また、明るい側の回り込む輪郭線付近も、微妙な明暗の変化を捉えてデッサンします。卵はこれですが、書き出す前に卵を手に取り、いろいろな角度から形や縦横の長さの比率、色や重さや儚げな殻の感じなどを十分に確かめてください。長い生物の進化の中で決定されてきた究極の形を思うと、藪下は何か神秘的な感じさえ受けます。デッサンをする前の準備運動みたいなものですから、十分に感覚をほぐします。これで楽しくデッサンができます。また、卵を手の中にすっぽり握ってみてください。そして手のひらの触覚で卵の全体像を感じてみてください。デッサンをするときは一方向からの姿しか見えませんが、このように手のひらの中に卵を握り込むことで、卵の全体像が同時に感じられます。デッサンをするときには全体を同時に描くことはできませんから、部分部分を描いていきますが、モチーフの一部分を描いているときでも、あたかもモチーフを手の中に握り込んでいるように全体を同時に意識することを心がけます。画用紙は八つ切りの大きさ 38cm×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 3H から 3B までの濃さの鉛筆を使いました。左斜めから動画撮影している関係で遠近感が少し大げさについていますが、そこは考慮してみてください。動画の再生速度は前半は2倍速で、後半は明暗の微調整が続きますから4倍速にしました。必要に応じて再生速度を調節してください。また制作時間は1時間50分でした。この動画を最後まで見れば制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがわかると思いますから、最後まで見てぜひ参考にしてください。動画を見て、なるほどそうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。デッサン初心者の方は、経験者はデッサンをすんなりさらっと描いていると思ってはるかもしれませんが、修正や行きつ戻りつの微調整をかなり執拗にやっていますから、その辺も見てください。それでは卵のデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。画用紙のどこに描くのか、大体の位置と大きさを薄く描きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く描いてください。実際のモチーフより小さくならないように少し大きいくらいがいいです。藪下は皆さんに分かりやすいようにかなり大きな卵を描いていますが、皆さんはここまで大きくする必要はありませんよ。当たりを描くときは大体の大きさと位置を決めるのが目的ですから、測ったりせずに見た目の感覚で描いていきます。鉛筆は B の濃さを使っています。この時に注意するのは、卵の影のできる側の空間を反対側よりも広く取ります。上下の空間では下側の空間を上側の空間よりも広く取っています。デッサンが描けてくると、卵の重さも表現され、卵が重力で下に沈んだように見えて、下側の空間が窮屈に感じられるのを防ぐためです。影もモチーフの一部ですから、全体のバランスを考えて卵の位置を決めます。それでは形を描いていきます。描く大きさと位置がだいたい決まったら、卵の中心線を描きます。次に卵の左右の両端を決めます。両端の位置を基準にもう一度当たりを取り直しています。卵の一番幅が広くなっている部分、最大幅に見当をつけ、中心線と直角になるように直線で結びます。片側を基準に中心線から等距離になるように印をつけます。これで卵の形を描く起点の4点ができました。
この4点から丸めていきます。次に卵の輪郭線をしっかり見ながら円弧で間をつなぐように描いて形を完成させます。起点の4点が決まっていてもしっかり卵の形の曲がり具合を見ながら描いてくださいね。中心線に対して卵の形が対称になっていることを確認しておきます。影も大体の形を薄い鉛筆で描いておきます。形からはみ出している線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで消しておきます。最後に消しゴムや練りゴムの消しカスを跳ねぼうきで払っておきます。これで形は完成です。卵の明暗を描いていきます。使用する鉛筆は明るいところは 3H から H、中間の色のところは H から B、暗いところは B から 3B を目安に薄い鉛筆から使って徐々に濃さを上げていきます。藪下は鉛筆ホルダーに色の印をつけていて 2H は青、H は黄緑、HB は黄色、B はオレンジ、2B は朱色、3B は赤です。動画ではいろんな部分にいろんな濃さの鉛筆を使っていますから、これはあくまで目安です。最初にどこから光が来ているのか光源の位置を確認しておきます。次に卵のどこが一番暗くてどこが一番明るいかを確認します。光が当たっている卵の明暗を図式化するとこのようになります。光は左斜め上からやってきます。光の当たっている一番明るい面、その外側の中間の明るさの面、光の届かない暗い面、暗い帯、この暗い帯の中に一番暗いところがあります。そして影側と下向きの面はぼーっと明るくなります。これを反射光と言います。この反射光が影側の曲面を背後に回り込ませるためのポイントです。明暗は一番暗い部分とそれが含まれている暗い帯から描いていきます。鉛筆を軽く持って暗い帯と一番暗いところを探すように描いていきます。鉛筆は B を使っています。球体はどの部分も同じ形の曲面でしたが、卵はこの置き方をすると横方向に長い形です。デッサンでは基本的に形に沿う方向の線で描くと形を表現しやすいです。卵の場合、中心線に対して水平・垂直に切断した時の切り口の形が基本になります。その他にも明暗や固有色のつながりに沿って他の方向の線も使いますが、いつも卵の曲面の形を意識して曲線を使ってデッサンします。卵の暗い帯と一番暗いところを確認しながら暗さのつながりを探すように鉛筆を入れます。このように粗い闇を描くようにスピーディーな曲線を描いていきます。常に暗い帯、一番暗いところに戻ってきながら、そこが他の部分よりもデッサンが先行するように描いています。線は素早く引き、往復させないように一方通行の線で描きます。藪下は皆さんが見やすいようになるべく画用紙を動かさないようにしていますが、皆さんは描きやすいように画用紙を横や斜めに動かしても構いません。まだこの辺りでも鉛筆を軽く持っています。一番暗いところを中心に周りに明暗の階調が広がっていくように描いています。慣れてくれば5分も描けば立体感が出てきます。他の部分に鉛筆の色がつくとまた暗い帯に戻ってきます。常に一番暗いところと暗い帯を意識してそこを基準にデッサンをしていきます。最初に確認した卵の明暗の概念図を頭に置いてデッサンすると良いと思います。台紙状の卵の影も水平方向の直線を多用して同時に描いていきます。卵や台紙状にできる影の輪郭線は丸いですが、台紙の形は平面ですから直線を使って描きます。接地面の影を描いていきます。この接地面の影がこのデッサンの中では一番暗いですかね。また台紙と卵の距離が近づくほど影は濃くなり、離れていくほど薄くなります。この影をしっかり描くことで逆に卵の存在感が際立ってきます。水平方向の線を使って鉛筆は少し寝かし気味に使っています。練りゴムでちょっと影の形を整えています。
大きな明暗は目を細めてみるとよく見えます。これ以上細めると見えなくなってしまうというくらい細めてみてください。デッサンをしている時も頭は動かさずに、目線だけはモチーフと画面を往復させ、明暗を常に確認してください。また卵の一番暗いところ、暗い部に戻ってきます。そこから周りに明暗の階調が広がるように描いています。鉛筆は 2B を使っています。明るい部分や中間の部分にもタッチを入れながら、どこも遅れないように、全体が同じ完成度になるように心がけて描いています。まだまだこの辺りは大まかな明暗を描いている段階です。今は HB の鉛筆を使っていますけれども、鉛筆を立てたり寝かしたりしながら形に沿うような方向のタッチを入れています。輪郭線付近は暗いですが、一番暗い部分と明暗の差を比較すると少し明るい感じがします。今は B の鉛筆を使っています。オレンジ色は B です。形に沿ったタッチ、曲線を描いています。真ん中あたりは直線に近くなりますけれども、明るい側の輪郭線付近は明暗の幅が少ないですから非常に描きづらいですけれども、薄い鉛筆を使って丁寧に観察しながら描いています。また中間の調子に戻ってきます。暗い帯と明るい帯を行ったり来たりしながら描いています。どこかを強めに描くと相対的に他の部分が弱くなりますから、強い部分、弱い部分を探しながら描いていきます。この図のように A と B は画面上では同じ長さですが、実際は輪郭線付近の A の方が随分長く、 B に比べて明暗の変化が凝縮されています。この明暗の変化を捉えることが回り込む曲面の形をデッサンするコツです。暗い帯が常に中心になるように鉛筆を入れています。明るい側の明暗の形に沿った曲線を描いています。HB の鉛筆を使っていますが、極力筆圧を抑えて薄く描いています。影のつながりに沿って斜め方向の曲線も使っています。藪下は画用紙を回していませんから、いろいろな方向の曲線がとても描きづらいですが、皆さんは画用紙をくるくる回してデッサンしても構いませんよ。また暗い帯に戻ってきています。卵の色味がだいぶついてきたので、遅れないように影の濃さを描いていきます。接地面付近はしっかり暗くしておいてください。ちょっと左側の影の形が足りませんでしたから書き足しています。輪郭線付近は自分から最も奥にあり、向こうに回り込む形ですから、ぼーっと弱く薄く描きます。どこか一箇所が突出しないように、全体が同じ完成度になるように、常に台紙も含めた空間全体を意識に置いて描いていきます。ある部分を強く描けば相対的に他のところが弱く見えますから、そこをまた描き足しています。手前は強く濃く、奥に行くほど弱く薄くです。それで空間を表現します。
また接地面の影を強めています。3B の鉛筆を使っています。輪郭線付近の明暗は微妙に変化しますから、しっかり観察します。まだこの辺は大きな全体の明暗を捉えるという段階で、輪郭線付近は少し弱めるというくらいですかね。ここで弱めるというのは、鉛筆の色を薄くすることと、鉛筆の色の発色を鈍くすることです。また後の方で出てきますからね。一番明るい部分にはあまり鉛筆のタッチを入れないように気をつけながら、明るい側から暗い側へ、暗い側から明るい側へ、滑らかな明暗の階調が移り変わっていくように表現します。左側の暗い帯を形に沿うように曲線を使って表現します。B の鉛筆を筆圧を抑えて使っています。中間のトーンが弱いので、そこを書き足しています。練りゴムを使って輪郭線付近を少し弱めています。弱めたところは H の鉛筆を使って再度調子を整えておきます。ここでデッサンを始めて40分経過しました。ここからは大まかな明暗の表現から微妙な明暗の微調整に入っていきます。動画的にはどんどんデッサンが進むという感じではなくなってしまうので、4倍速の再生速度にしています。必要な方は速度調節をしてみてください。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてくださいね。距離を置いてみることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして明暗をしっかり確認してからデッサンを再開します。影が弱くなってきたので影を描き足しています。常に全体が同じ完成度で進むように心がけます。また暗い帯に戻ってきました。暗い帯から下側の反射光の明暗の変化も微妙ですから、しっかり観察します。左下の輪郭線付近は明るくて、明暗の変化も微妙ですから非常に描きづらいですが、このように練りゴムで明るくしたり、また描き足したりしながらデッサンを進めていきます。濃い鉛筆は使えませんから H 系の薄い鉛筆を使って描いています。輪郭線付近から内側に向かって調子を整えています。
各部分によって使う鉛筆の濃さを変えながら滑らかな明暗の階調になるようにしています。ここに来て右側の影が少し短いことに気がつきましたから書き足しています。水平方向の線を使って書いています。卵の下側の反射光のぼーっとした明るさがありますから、随分と台紙の影は暗く見えますよね。練りゴムで影の形を整えて輪郭線付近をぼかしています。ここで一応完成やったんですけど、しばらく時間を置いてみると、どうかなと思ったので、また書き足しています。実はもうフィキサチーフをかけてしまっていたので、しつこく練りゴムで叩いて明るくしています。ここからはほとんど輪郭線付近の明暗表現に時間を使っています。輪郭線付近は後ろ側に回り込む形ですから、濃い色の鉛筆を使わずに薄い色の鉛筆を使って暗く鈍くしています。薄い鉛筆で暗く描くと鈍い発色になり、濃い鉛筆で描いた同じ暗さよりも奥に沈んで見えます。この効果を使って輪郭線付近を後ろ側に回り込ませます。また台紙上の影に戻ってきています。この接地面の暗さは本当に暗いですから 3B を使っていますけれども、 3B を使った後、最後に薄い鉛筆 HB とか B とかで上から重ねて描くことで発色を抑えています。輪郭線からはみ出している線を消しながら輪郭線を整えています。めったに使わない 3H が登場しています。また輪郭線付近の微調整を続けます。動画をご覧になっているとわかると思いますけれども、書いたり消したり強めたり弱めたりしながら結構執拗にデッサンをしているのがお分かりやと思いますけれど、まあまあこんなもんです。経験者でもそんなにスカッと書けるわけではありませんから、まあこれが楽しいといえば楽しいんですが、初めて卵を見て一体これは何なんやという子供みたいな新鮮な驚きは大人にはないですけれども、意識しながらできるだけ新鮮な気持ちでモチーフと向かい合うのが大切かなと思います。練りゴムをつまんで薄くして輪郭線付近の明るさを調整しています。練りゴムを使った後は鉛筆をかけて微調整をしておきます。最後に影側の輪郭線付近を 3H の鉛筆で少し暗く鈍くしています。これでまず完成です。はい、皆さんいかがでしたか？今回は初級編第3回の球体のデッサンの応用として卵をモチーフにしたのですが、意外と手こずりましたね。実は卵はデッサンの難易度としては初級編でも後半の難易度です。その原因は卵の形は輪郭線と曲面しかなく、他にデッサンをする手がかりのデコボコがないことです。球体は単純な同一曲面ですが、卵はその輪郭線同様に微妙に変化する曲面です。
その曲面を暗い帯から一番明るい部分に向かって滑らかに変化する明暗の階調で書くことに難しさがあります。それに加えて後ろ側に回り込む輪郭線付近の微妙な明暗の変化の書き分けです。球体はさほど難しいモチーフではありませんが、卵になると一気に難しくなるのは不思議なものです。藪下は卵のデッサンに1時間50分かかりましたが、最初の40分でほとんどできてしまい、あとの1時間10分は明暗の微調整の繰り返しにかかってしまいました。まさに自然恐るべしです。皆さんはこの動画を最後までご覧になったので、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがなんとなく分かってもらえたと思います。デッサン上達の近道は、多少の理屈を理解して目で見てデッサンのやり方を覚えてしまい、自分で実際にデッサンをして理解をしっかりしたものにすることです。今度は皆さんが卵のデッサンをぜひしてください。でもなかなかうまく描けなくてもへこたれたら飽きませんよ。一段一段階段を上がっていきましょう。今日は第6回目の課題として卵のデッサンをしました。今回のテーマは2つありました。1、滑らかに変化する曲面の表現。卵は球体と同じように一番暗い部分、暗い帯を常に意識して、そこを中心に周りに広がる明暗の階調を表現します。形や明暗や固有色のつながりを曲線を使って描きます。2、回り込む曲面と反射光。卵の影側の反射光が特に大切です。反射光を表現することで、形が後ろ側に回り込んでいることが表現できます。また明るい側の回り込む輪郭線付近も微妙な明暗の変化を捉えてデッサンします。H 系の鉛筆を使って発色を鈍くすることで同じ濃さでも沈んで見えます。はい、皆さんお疲れ様でした。卵のデッサンの説明は以上です。次回の第7回はガラスコップのデッサンをします。この動画が参考になったという方は、チャンネル登録、高評価、コメントもぜひお願いします。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。